こんにちは。今日はですね、ちょっとカスタムとかじゃなくて、実際に手帳を書いている作業動画みたいな感じにしようかなと思っています。なのでね、今回ちょっとチャプターとかもなく、ダラダラ進む感じになるかと思うんですけど、皆さんの、手帳タイムののんびりお供みたいな感じになったらいいかなと思ってますので、ご覧いただければ幸いです。では、行ってみよう。じゃあちょっと書いていきます。前回も話した通りですね、私今引っ越しをしようとしていて、結構ねバタバタしてるんですよ。いつだっけな、1週間2週間ぐらい前にあれが決まって、物件が決まりまして、であれかな、契約が先週終わって、で今週もう物のいろんな処分とかに結構追われてるみたいな状態なんだよね。そうだから結構バタバタしてて、でちょっとね荷物とかも詰め始めてるから、なんていうの、カスタム道具とかも徐々にこう片付け始めてるんですよね。で結構ねいろんなことをやってるので、ちょっとそういうのをメモしていきたいなと思います。でね今私この、ウィークリーのレイアウトをねこんな感じでやってます。使ってる手帳はブラウニー手帳っていう手帳で、ちょっとねこう独特なレイアウトをしてるんですよ。ちょっとこんな感じでねガントチャート部分を持ってたりするんですけど、こういう感じで、私はそこをこうハビットトラッカーみたいにして書いてたりとか、あとはこうマンスリーもねこんな風に持ってたりします。私はここちょっと使ったお金のメモみたいな感じになってますね。で一番頻繁に更新するというか、いろんな情報を足してるのがこのウィークリーの部分になっています。でウィークリーはバーティカルのこういうねレイアウトなんだけど、私はこれをもう横向きにガーって区切って、なんか表みたいな感じにしてるかなーっていうとこで、一番上に眠った時間で歩いた歩数、摂取カロリーを書いていて、その次のところには、この日ちょっと良くないもの食べたなとか、あんまりこう望ましいものじゃないんだけどとか、あとはちょっとご褒美として食べたメニューみたいなね、望ましくないものを食べた時に望ましくないものだっていう言い方をあんまりしたくないなと思って、ご褒美メニューっていう名前に変えました。ご褒美ということとして私は食べたんだっていうね、発想でいようと思って、焼きそば UFO 食べましたこの辺は多分何もまずいもの食べなかった気がするけど、もうさ3日も前になると記憶がないんだよね。ちょっとこの辺何してたんだっけな、いろいろ粗大ゴミの手配とかやってたら結構ごちゃごちゃしちゃった気がするんだよな。で土曜日はなんだっけ、土曜日はジモティーでいらないスツールを渡そうと思って持って行ったんですけど、約束してた人が来なくてドタキャンでした。私初めてジモティー使って、ジモティーは結構なんていうの、メルカリとかじゃ売れないものでも無料だったら結構引き取ってくれる人がたくさんいるっていうのを見て試してみたんですけど、しょっぱながね引き取ってくれないっていうか、来てくれないっていう、連絡がつかなくなるっていうのでちょっと出花をくじかれたんですけど、昨日の日曜日はきちんとモニターを取りに来てくれる方でした。でここにジモティードタキャンされたって書いておこう。そうで、引っ越すからさ、いろんなものを処分していって、メルカリとかで物売ったりもしてるんだけど、なんだかんだね、メルカリでそれなりに物を出すとあれですね、買ってくれますね。こっちもさ、儲けようって感じではあんまりないからさ、高い値段をつけてるわけじゃないから、お買い得なので欲しい人にとってはいいのかもしれない。で肌美容、これはね肌の調子とかが変わると書いてるんですけど、この日はね久しぶりにちょっと疲れてメイクを落とさずに寝ましたね。おかげで今肌ボロボロです。何年ぶりだろうぐらい。でそれがねがっつり、肌に出てるっていうね。
でこの日は松パ行ったんだ。松パと眉毛ワックス行きました。私忙しくなるとこの自分の身の回りのこと、身の回りっていうかなんていうんだ、このビジュアルに関すること、松パとかそういうのネイルとか行かなくなっちゃうタイプなんで、無理にでもねちょっと入れないとなんかこう人間的な清潔感を持って生きていけないと自分のことを思ってるから強制的にねこれはちょっと予定として無理やり入れていくような感じにしています。でこの辺はなんか作り置きは冷蔵庫のものも減らしてるから、今もう作り置きももう減らしていって、冷凍してるアイテムとかを消費するのに時間を使ってるかな。であとそれ以外のところだとこの日あれもやったんだ。そのオタクグッズね、駿河屋に発送しました。私あんまりグッズ買うタイプじゃないんだけど、結構なんか好きになった作品のものだと結構大物を買っちゃうんですよ。最近買ったのだと、最近って言ってもちょっと前だけど、スラムダンクの湘北のジャージとか買っちゃったんですけど、買って1年ぐらい置いといて結局今回の引っ越しで売るっていう、そういう意味のわかんないことをやってて、でもこれはなんかね、所有権限を買ったレンタルをしているっていうね感覚でいることにしています。欲しいという気持ちを満たしたということに価値があるなって思うようにしてる感じ。そうでそれをやったのと、あと何処分したんだっけ。もうひたすらあとは服を減らし続けてるかな。半分ぐらいは捨てたような気がしてますね。こういうことでもないとちょっと捨てようってならないかな。なんか新しいお家が今もう決まってるんですけど、そこがね広さは今とあんまり変わらないんだけど、収納の数が減るんですよ。でそうなると収納家具をさ部屋の中に置かなきゃいけなくなるんだけど、なんかそれが嫌で私そもそもあまりたくさんのものを管理できるタイプじゃないんですよ。手帳グッズとかもそれなりに買うけど、多分他の文具系 YouTuber さんと比べたらそんな買ってない方だと思うのね。っていうのも管理しきれないっていう、結局使わずに机の中で眠ってしまって、こういう引っ越しのタイミングとかで捨てちゃうっていうことになりがちだから、なるべくこう買わないか買って捨てる決断ができるものを買おうっていう感覚があって、で他のものに関してもそうなんですよね。なんだけど私は捨てるのがめんどくさくて貯めちゃうタイプなんですよね。でそれをねもうじゃんじゃか捨てまくってます。捨てることの判断にあんまり迷わないんだけど、捨てるめんどくささに勝てないんだよね。さすがにさ、なんていうの、日常生活で出るその生ゴミとかさ、そういうのはもうちゃんともう毎週きちんと捨てるんですけど、ほんとお洋服みたいなさ害のないもの、あとは不燃ゴミとかは割とちゃんと捨てるんですけど、ピアスとかのもう使わないなって思ってるんだけど、これ一個だけ不燃に出すのもなっていうようなやつとか、ああいうのずっと溜まっちゃったりとかね。あと工具類とかも結構溜まっちゃうんだよな。でこの日は一人でベッド解体したんですよね、昨日。で昨日はベッドを一人で解体して、一人で2階から1階まで運んで粗大ゴミとして出した後にホームセンターに行ってスプレー缶を買ってきて、黒の塗料ので IKEA のねスツールを塗りました。 IKEA のスツールでなんかシスレみたいな、ちょっとなんかおにぎりみたいな形の座面のスツールがあるんですよ。1500円か2000円ぐらいで買えるようなやつで、私それの青をね今まで部屋に置いてたんですけど、新しいお家はちょっとね色のこのなんていうんですか、配色を変えようと思って、でねちょっと黒に塗りたくて、その青いスツールをね黒く塗ってました。もともとシスレって黒い
色のものも売ってて、でそれ買おうかなって思って IKEA 見てたらさ、もうなんか多分その色が生産終了、売り切れて生産終了になってたのかな。でも残ってなかったから、じゃあもう今あるやつ塗ればいいやと思って、じゃんじゃん塗りまして、で今ねそれに座って描いている。さあ、新しいお家になったらこのねデスクもちょっと捨てて、新しいラウンドテーブルを買おうと思ってるんですよ。でだからねちょっとねこの背景の感じとかもねまた変わるかもしれない。ただなんかこのやっぱり撮影する時にこの色の感じが綺麗に伝わるというかさ、見やすいようにしようって思うと、もしかしたらまたこの色に戻ってくるかもしれないなと思いました。私はこれ今元々あるテーブルにねリメイクシートを貼ってこの色にしてるので、別に次がどんなテーブルだろうとまた同じようにねリメイクシートを貼ればこの色になれるんですよ。であと何したっけな、土曜日何してたんだっけ。土曜日病院行ったんだ。そう私7月ぐらいに体調を崩して入院してたと思うんですけど、でその時に悪かったのが腎臓なんですよね。で一応半年に1回ぐらい経過観察で CT 取らなきゃいけないんですけど、そのね検査結果を聞きに行ってきました。で CT はこれからも継続して取らなきゃいけないんだけど、それもまた引っ越し先で取らなきゃいけないから、だから引っ越し先の病院に紹介状書いてもらわなきゃいけなくて、それもやんなきゃいけないんだよね。なんだかんだやらなきゃいけないことがあるな。結構一応引っ越しが10日後ぐらいなんですよ。で大体捨てなきゃいけないなっていうようなものは捨て終わって、粗大ゴミの回収タイミング待ちのものと、本当にギリギリまで外しにくいもの、照明とかそういうブラインドカーテンとかそういうやつが残ってて、であとはもう結構必要なものを詰めていくだけっていう感じなんだよね。でもともとさ結構私収納ケースに入れてるから、結構それをガッ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 って詰めていくだけで終わると思われるので、なんかねそんなに時間かかんないんじゃないかなって思ってんだけど、あとお洋服ねハンガーかけてるやつをハンガーラックで運んでもらえるらしいんで、その辺も大丈夫かなみたいな、結構舐めた気持ちでいるんだけど、まずいかな段ボール10箱分ぐらいしかお願いしてないんだけど、服も1箱2箱分ぐらいはあるんだけど、服なしで段ボール10箱ぐらいでいけるんじゃないかなと思ってんだけど、甘いかな。微妙に不安な気持ちになってきたなはい、一応こんな感じ、こういう感じでいつも書いてますね。でもねここはね何したかもう何にも覚えてない。仕事はしてたんだと思うんだけど、ご飯何食べたとかも覚えてないな。急いで帰っていろいろ処分したような気はするけど忘れちゃったね。そういう時は私は普通に空欄です。でここはねスマホ見ながら書くんですけど、今そのスマホは撮影に使われてるのでちょっと後々って感じかな。で本日23日月曜日なんですが、これをねちょっと線引いていきたいと思います。いつもこんな感じでやってるよっていう。これが普段持っていってる筆箱です。私筆箱あんまり持たないタイプで嫌いだったんだけど、最近リュックになって結構リュックに物入るっていうことに気づいてきて、筆箱ずっと入れっぱなしにしちゃってます。でもそうやるとあれなんだよね、無駄なものを運んではいるんだよね。そのことがちょっと嫌だなっていう気持ちはある。これが気に入っているロゴペンですね。2025年の買ってよかったシリーズに入れていると思いますが、私のお気に入りペン。この線を引くのにとってもいいし、定規で引いた時にピッてぶれないのが本当に好きです。よいしょ。このねブラウニー手帳は方眼が入っているので、結構自分で好きなように分割できるのも気に入っている。今はこのスペースで分けてるんだけど、
なんか嫌になったらまた次の週変えればいいしね。ただ毎週弾くのが結構めんどくさくって、でそれをね結構タイムリーに弾けないのが嫌だなと思ってこの筆箱持ち始めたんだ。ここに少なくともこれとこれさえとこの3つが常に持ててればそれでいいんだけど、でもなんか家にあった筆箱はこれしかなくて、これなんだろう、100均か無印かなんですけど、これに入るんだったら入れちゃえみたいな感じでさ、結構こうマイルドアイナーとかも入れちゃってるんだよね。あとこのネイルオイルとかね。そう本当に今ささくれ結構いっぱいなのでついでに塗りましょう。これどこで買ったんだろう、このネイルオイル入れるペン。なんかテムとかシーインとかな気がしますけどね。なんかさ、テム前使ってたんですけど、トコジラミのさ話を聞いてからさ怖くなってさ、ちょっとテム使えなくなってきたんだよね。でも正直ファブリック系とかってやっぱね、今っぽいデザインで安いやつがテムはめっちゃあるんですよ。めっちゃあるんですけど、もうなんか一番怖いじゃないですか一番怖くて、でちょっとね、うわー安いと思いながらも結局日本で買うっていうね。でもなんか何やかんやさ、楽天とかで見てるやつもさ、これって結局さ買ってきてるとこ一緒なんじゃないの？中国でさ仕入れてきてるでしょって思うデザインのやつとかあるじゃないですかあれ実際どうなんだろうね。でもね、なんかね、それをすごいこうそういうのことも思ったりするんだけど、なんだっけな、なんかYouTuber の方で結構いろんな外国人の方と一緒にその海外と日本の文化の違いを楽しもうみたいな YouTube の方で、日本人の男性がメインで、結構日本に住まれてるアメリカとかどこだかな、ドイツだったりロシアだったりとかな、女性の方も一人いらしてとかとやってるなんかその YouTube があるんだけど、そこになんか中国からいらしてる方もそこのチャンネルになんかコラボみたいなので出てたのかな。でその時にその中国の方はすごいフィギュアが好きらしくて、だから日本も好きで日本に住んでるんだけど、なんかフィギュアって中国で作られてるんだけど、質のいいものを買おうと思ったら日本に来て日本で買わなきゃいけないんだみたいなことをその人がおっしゃってて、確かにねみたいな、なんか日本人が求めるクオリティをパスしてるものしか入ってきてないって思うと、日本の代理店を通して買うっていうことに価値があるのかなっていうのをね、なんかその瞬間思ったりもしたんだよね。でなんかどうせ一緒なんだったら、なんかもう別テムでもタオバオでもいいじゃないのっていう説もあるが、一方で一定のこのフィルタリングをこう通すっていうことに価値を見出せれば、日本の代理店で買ってもいいのかなって思ったりしましたね。やっぱさ、こう韓国とか中国とかのさ家具とかね、やっぱめちゃめちゃ可愛いのがあるんですよ。こう可愛いのも多いし、結構お手頃価格なものが多いからさ、これいいなって思うんだけど、やっぱ品質面でやや不安を感じたりはするよね。なんかさ、もう日本のこのなんていうの、クオリティに体が甘やかされてるからさ、なんかゴミが来ちゃうとちゃんと萎えちゃうから。そこがねやっぱ難しいとこですよね。そうでね、なんかこのずっと捨て活をしてていろんなものを捨てたんだけど、また話戻すけどね、でなんかあまりにもこう捨てすぎていてあまりにもさ、こういろんなものを捨てていてさ、なんかこんなにたくさんものを持ってても私ってまだ満足してないのかと思って、もう十分あるじゃんって、なんて癒しいんだみたいなさ、なんか気持ちになっちゃって、なんかどう言えばいいんだろうな、なんか虚しくなっちゃったでなんか一生懸命働いていろんなものを買ってるけど、それで満足してなくて、なのにそのものに溢れて片付けに疲れるみたいな、なんだこの本末転倒感はみたいなね
気持ちになったりとかしましたね。やっぱさ、片付けてる時にさ、こう判断に迷ってしまうと時間かかっちゃうから、結構私は勢いでガンガンガンって捨てれるし捨てちゃうタイプなんですけど、なんかその子のエンジンをさ、さらにこうグレードアップするために、片付けしてる間はさ、結構ミニマリストの人とかがこう上げてる動画をこうラジオ代わりに BGM 代わりにね聞いたりするわけ。そのなんかミニマリストになぜなったのかとか、なんかミニマリスト的にこういうのはいらないと考えるみたいなものとか、ミニマリストになってこういう生活がこんな風に変わったみたいなやつをね、結構聞きながら捨てるぞっていう気持ちを自分で盛り上げてやってるんですけど、なんかね、私やっぱり別にミニマリストの感覚は全然ないんだなってすごい思いました。そうラジオを聞きながら、こういう考え方は私の中にはないなみたいなのはすごい思うんだけど、一方で私自身が管理がめちゃくちゃ苦手な人だから、このミニマリストがやってるメソッドが非常にフィットすることがあるっていうのはすごいあるんだなと思った。丁寧な暮らしみたいなやつは全然合わないんだけど、なんか実用性に振りまくっているパターンのミニマリストみたいな人は割と合うんだなって思いました。なんかその台拭きとかそういうものは全部なしにして、キッチンペーパーで全て拭いていますみたいなやつとか、エコかどうかっていう観点はちょっと一旦置いといて、なんかそういう発想とかは自分に向いてるなってすごい思ったりはしましたね。なんかね、昔はさ、本当に物を持たないことがいいみたいな思想のミニマリストっていうのあったと思うんだけど、なんか最近は結構あれだよね、その人にとっての適正量を持つということがミニマリズムですみたいな、なんかこう論調に変わってきてるんだなみたいなのも感じたりしましたね。確かに家の中のいろんなものがね、全て自分の気に入るものだったりしたらとっても素敵だなとは思うし、きっといろんな手入れもするだろうなって思うけど、なんか自分がそれをできる気はあまりしないっていうとこなんかはあったりするよね。はいって感じで、ちょっとこうダラダラ喋りながらちょっとこの書いている作業をやってみました。もう本当にね、もう引っ越しで疲労してるんだよね。もうね、今この動画を撮り終わったらこれからこのテーブルをね解体して粗大ごみに出すね準備をしようと思っています。でちょっとね、多分3月の上旬ぐらいに引っ越しなので、ちょっと3月の中頃ぐらいまでもしかしたら動画が空いちゃうかもしれません。でその間にもしかしたら友達と2人でやってるねラジオ動画が友達の方のチャンネルで上がる可能性はあるかも。ちょっとまだわかんないけど、はいって感じで、ちょっとね、一瞬期間が空くかもしれません。でまたね、ちょっと落ち着いて引っ越しが一段落すれば、またちょっと撮影始めて、今度は新しいテーブルでちょっと皆さんとカスタマイズを楽しんでいける、そういうチャンネル作っていけたらいいなと思っています。ちょっとしばらくはね、引っ越し頑張らせてください。引っ越した後にはね、私がこの捨て活の中で生き残ったアイテムたちを紹介したいなと思いますので、ぜひご覧いただければ嬉しいです。それではまたちょっとね、今回はぬるっとした動画だったんですけど、この辺りで失礼したいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。